最初入って2、3年までは、俺はこうしたいんだよ。親父をちゃんと尊重してるよ。でも形変えなきゃいけないから、こういう風にしたいんだ。いいんじゃないかみたいな。ありがとう、じゃあそういう風にするよって言ってやり始めると、お前分かってないみたいな。お前甘いとかって、全然ダメとかっていう感じになっちゃって、あるタイミングでボーン追い出した。負けるんじゃねえってなって、顔出すなみたいな感じで、なんだと出てけって言われるんで、お前こそ出てけみたいな感じで、こういう勝負。そうそう、ただそうなんですよ、値段ありきで素材いくと絶対売れないなーなんていう経験上が。もう自己中心主義なんですよ。究極の自己中の極みっていうか、いや俺はこれじゃダメなんだ、まだ終わってない、今までの歴史の中で俺は一番何を求めてたんだみたいな、ここじゃまだ終われないんだみたいな話になっちゃって、会社のために君たちのために俺は奮闘するぞぐらいの言うのちょうだいよっていうところがいっぱいあってちょっとお父さんと一回話す場を作りたいなと思ってるんですけど。それが一番胃が痛いんですけど話す場なんてまずい。だって何も話すことないですよ。まあでもいいですよ。そういう絵も撮りたいんだったら。そうですね。ちょっとだけお時間。ちょっとだけ対談のお時間よろしいですか。継いだ経緯は長男としていたので、少しずつ洗脳されて何らかしなきゃいけないだろうというのでいたんですけど、最終的にアパレルに勤めてそのままでもいいかなって思った時期もあったんですが、ある時、そろそろどうすんだという話、やっぱり些細なことでなって、それで確かにそうだよなということで、それで戻ったという流れでしょうかね。はい。やっぱりね、自分が始めたからにはやっぱりこれ存続させたいっていう気持ちありますよね。続けたいっていう。でそういうつもりでねいたんですよね。だけどね、やっぱり自分が決めることじゃないんで、やっぱりやる本人がよしやるよって気持ちになればね、それでいいと思うんですよ。だけどね、後になってね、やれって言ったからやるんだとかね、こうしろって言ったからしたんだみたいなことはなっていうのがやっぱり嫌だったですよね。頑張っているんだけど、この形でやっていけんのかなとか、それは随分ありますよね。そういうある中でやっぱり意見が対立したり、威圧感みたいなのがのしかかってくるんですよね。せがれの方がのしかかってくるみたいな感じで圧って言ってますけど、話にならないからそういう感じになっちゃうっていうのもあるんですよね。なんで分かってくれねえんだよみたいなね。あと何年もないですよもうちょっと我慢しろよみたいな
まあでもうちの親父は昭和を生き抜いた、もうやっぱり作ったらもう作るだけ作れっていう時代を経験して、まあその人たちが今のこの世の中の中でよしやっていけるっていうのは結構それは確かに至難な技だなって。で今のニーズがお客さんが何を響くかっていうのも昔とまた全然違う感覚じゃないですか。それも踏まえてお前任したぞっていう感じに、もう全てお前に委ねるぐらいのね、任してくれればいいのになみたいな自分は思っちゃってるんだけど。任してるんじゃない、やってんじゃない。いやだからその今のね社内の形とか、これです。はい、本当協力してやればいいじゃんって思うんです、外から見たらね。一緒にやればいいじゃん、私も一緒にやればいいじゃんって思ってるんですけどね。どっちも譲らないみたいな。そうですよ。難しいですよ本当に。だから努力して頑張って汗水垂らしてもそのトップになれないっていっぱい当たり前じゃないですか。だからそういう人はねあんまり評価しない。だからまあそれで言ったら今も本当にうちもギリギリ借り入れしたりね、また返済したりまたってもう本当ギリギリでまだ借金もあるし、そんな感じでやってるじゃないですか。だから全くその評価されない。偉業を達しないとダメなんだ。だからあんまりそれは、もう考えないように、もう自分は自分なりに、はい、もう目の前のちょっと先のことを考えてどうするかっていうのに重きを置いてますね。でも親父はどうだっていいんです。仙台やってたいいところは残しながら、でもそのままじゃいけないよねっていうもう感じになっちゃってるんで、だからそれは否定しないですけど、最初やってきた技術プラスちょっとこう変えてこうやった方がもっといいじゃんみたいな。皮はやっぱり動物の肌は牛の肌なんで、もともと肌は伸縮性あるじゃないですか。ある程度伸縮性のある肌触りのいいものを選びつつ、ベルトに適したしっかり感もあるような皮をチョイスすると結構難しいんですけど、そのいいとこ取りの素材をうまく使って伸縮するようにしたんですよ。だから結構ね使い込んでいくとかなり伸びるんですよ。これも自分は半年使ってると、ちょっとこういう感じになってくるんですけど、このように伸びる。実際帯全体になってですね5センチぐらい伸びるので、負荷かかった時だけ伸びて、で負荷が緩和するとピタッと元のサイズに戻るんで、ずっとフィットしてる感じですね。はい、そこはまだそこは作ったんじゃないかな。そうですね。そこはないんだよね。はい。こんな感じのものですね。こんな感じ。向こうはベルト工場なんですよね。長さベルト工場。こっちは長さベルト工房、作る方工房なん。やっぱり親子でね、人とのことを何かやっていくっていうと、どうしても今はねぶつかります。ぶつかるのはこれしょうがないですよ。時代が違うんだし、考え方も違ってくるんだからしょうがない、ね。だけど別れてやってるんですけど、基本的にはやっぱり工場を長持ちさせたい、存続させていきたいっていうのがやっぱりそういう気持ちありますよね。まだ自分からも若いんですけどね、やっぱり知らないこともいっぱいあるし、あんまりそこでね自分が言い過ぎると今度うるさくなっちゃうんですよ。
まあね、まだあれですよ、まだ82ですからね。やめたくないですね。うん。やめるとね、自分の楽しみがなくなっちゃう。これが今のいがれですよ。本当にね、もうみんな結婚してもう大きいんですよ。これがね、せがれの子供です。これが子供ですね。こうやってね、家族でこうやってやってるから、逆にやりがいもあるし、頑張んなくちゃいけないなっていう気持ちになりますよね。あっちでしょ、あっちじゃない。ニューヨークメッツ。で、またちょっと上に戻って、ベルトの、剣先っていうんですけど、この先っちょの形を、決めていく作業をしていきます。会長も年齢的にもそろそろこの先どうするかみたいな考える時期ではあると思うんですけど、もうちょっとね頑張りたいみたい。そこを、今のその社長と意見が合わなくって揉めちゃうみたいな。でも年を取ると思うように手が動かなかったりとかすると思うんですけどね、その辺のジャッジとかってどうするんだろうなって思いますよね。自分が動かなくても指示したりねすることでできることもあるけど、難しい問題ではある。結構ね、このコバ好きでなんか盛り上がりの雰囲気とかコバの厚みとかが
変わってくるので、工程の中でも結構重要な部分ですね。こっちはそのコバをすかないといけないから最初にどうしても裁断をしないといけなくなって、こっちはすきの工程が入らないんで、大きい状態で塗っちゃって裁断するっていう流れにしてて、これはね昔からとちょっと変わってるところかも。昔はどっちも先に裁断幅立ちしちゃってっていう流れではあったんですけど、人数の関係とか、大きい状態で塗って裁断をした方が早いよねっていうところからこっちに変わってます。やっぱいろいろ変えていかないとね、無理だよね。人数によっても流れる順番も変わるし、たまに衝突しちゃう時もあったんだけど、もうしょうがないよね、衝突して。僕はこれがいいって、いや今やってんのは俺だからみたいな感じになって。だけど新しい人が入ってくると基本的には会長に教わったものを話していく。会長のは本当に他の職人さんより綺麗。この盛り上がりとかがもう安っぽく見えない。そう、それは本当にね感心します。今も情熱がすごいし、それはもうねちょっとあの年で自分がそうなっていられるかっていうのは疑問だよね。本当に情熱がある。
それがね結構曲がっちゃったりすると仕上がりに影響あるので、ちょっと慎重めに。前おやつ食べてましたけど、もう最近は一緒に食べず、姉は一緒に食べていただいたら、さすが大人ですよね。もし混んでたらすいません。あれ？行ってみましょうか。はい。自分従業員から結局なんかすねかじってやってるんじゃんとか、そういうね、2代目3代目って結構よく聞くじゃないですか。でそういう人たちも見てきて、あ、そういうふうに見られたら絶対自分嫌だと思って、どっちかっていうと従業員の言葉を代弁して従業員をメインに何をやっていこうかみたいな感じにしていきたいって思いがあって、だからもうなんか親父の舎弟みたいになるなんてふざけんなって、そういうのすごくあったんですよね。これが完成。うん。そうですね。色入れも完璧ですね。ベルトって結構使っていくと過酷なんで、どうしても穴がへたったりとか、だんだんこう擦れてボロボロになっていきがちじゃないですか。だから本心はもう本当に直して長く使ってもらいたいなっていう気持ちが一番ですかね。やっぱり革は革で上質で、やっぱり本があっていい感じになるんだなみたいな、そういったベルトを提供して、それでずっと直して使って、場合によってはお父さんから譲り受けた息子さんがそのベルトするなんて言ったらね、それこそ形見だなんてなったらまたそれを全部直して、それでね、お子さんがスーツに着用していくなんて言ったらかっこいいじゃないですか。もううちの親父の前なんかそんなこともうかゆくて言えないですよね。ちょっと前はなんか当たり前に言われてた大きくしたらいいとか、もっと量を作ってみたいな、そういうのは10年ぐらい前は漠然と思ってましたけど、ベルトはかなりニッチなアイテムなんで本気でやってんだなみたいなちっちゃい集団ができた方が最近かっこいいなと思って、大量生産大量消費じゃなく少量生産長期使用可能みたいな、そういった究極の商品作れれば
なんか間違いなく食っていけるんじゃないかなって勝手に自分は思ってるんですけどね、はその通りですその通りですい、だから考え方とかそういうのは同じなんだけども、そのじゃあ具体的に何をしようみたいになると全然アプローチがそれが違っちゃうんですよ。まあでもね、これが2代目3代目問題なんですよちっちゃいプライドの戦いでなってんのかなって思いますけど、自分の信念みたいなもんですかねでもやっぱり信念を持ってやってるってこの年になって言えるっていうのは、まあ自分はまあ真逆で見たらもう尊敬に値しますよね。尊敬なんかそんなもんじゃないや、尊敬なんかいらないよ普通82になってそれだけって自分モテるのかなって言ったらなかなかそうすごいなって。俺も行くよ俺、もう、待ってんだ俺、っていう感じでした。いやありがとうありがとうございます。すいませんどうもいえいえどうも一緒にやめてはい、すごいんです。すいません、本当。行っちゃったよもう。飲みに行っちゃった。